はい、こんにちは。こんにちは。はい、盆栽大野です。とうとう去年もやりましたが、今年も11月に盆栽大野フェスを開催します。はい、今週末ですね。そうですね。はい。はい、天気がいいといいんですけどね、ちょっとね、心配なんでテントなんかも買ってみました。あ、そうですか。はい。フェスの販売品について今日はちょっとご説明をするんですけど、先日14から19日まで大宮盆栽美術館で盆栽王の特別展示、1階を全部うちの盆栽で埋めました。はい。フェスではその盆栽を販売します。で、こういう状態でございますね。こういう状態で。豆以外にもあるんですけど、今回は豆。展示品であり、商品の紹介。そうですね。こういうのを展示しましたよということであります。それを、大野フェスで販売すると。はい。その他にも、これは豆の部門なんですけれども、風景を作りましたので、もうちょっと大きい石付きのものとか、それからあと食、そこで使った食、それから石、水石、あと地板、天灰、全部販売します。すごい。いいですか、そんなうちは。ただし、人から借りたものもあるので、それは別なんですけど、で、うちの所持品は販売します。なるほど。はい。じゃあそちらの商品紹介の動画ですね。お願いします。まずね、派手なところから、これ青つづら富士ですね。青つづら富士、葉っぱはもう落ちるかもしれないけどね、撮影の時はまだついてますけれども、それとあと私一押し柿。来年の花芽もびっちりついております。これ鉢はゼコーさん。ゼコーさんか。展示品なので鉢が結構効いておりますので、少々お高めになるかもしれない。鉢の値段と木の値段がそう入っちゃうんですよ。まあだけど柿は素材もいっぱいうちありますからね。柿欲しい方は素材買っていただければ。素材と豆鉢もいっぱい売ってますもんね。で合わせて選んで買うこともできますね。はい、そうですね。そしてまあこの辺はイチョウですけど、葉っぱはもうなくなりますね。すごい曲。風が強い。風強いんですよ。でザクロ、一切ザクロね。これなってますね。このサイズでもなる種類なんで、鉢はこれは原さんですね。原さ水さんね。それとあとこれはね、どっかな。なんだろう。これ難しいですね。もう咲いてると思いますけど、沖縄寒組。沖縄の寒組。で花がほら今咲いてるでしょ。本当だ。寒組ですね。これは何でしょう。わかるかな。これはサルスベリです。ちょうど葉っぱ落ちちゃったんで、古い木ですよ。模様木ですね。いい曲ですね。これ綺麗です。それからこれは心拍。で鉢がね鬼面なの。本当だ。これね、誰なんですか。九山さんなのかな。九山って書いてあるから。群馬の鉢作家の人。これとても珍しいです。これちりめんかずらね。これもいい。これはだいぶ小さく切り込みましたけど、今ちょうど真っ赤になってますね。鉢はこれは右折さんっていう気楽会の人の鉢ね。でこの辺野原ですけど、野原ね。浅見の夢と吉田原がこれとこれで、これは赤ずきんですね。赤ずきん。もしかして販売の時に咲いてる可能性もあります。これ四季咲きなんでね。野原が結構ちょんちょんちょんってあります。でこれは前も展示会で使ったこと。それ面白い。これは図書庫。宝って宝って書くんですけど、図書宝ですね。図書ではないですか。図書ではないです。まっすぐにしか行かない。曲げないこれは。古い木ですよ。この鉢に入って5、6年経ってます。よく枯れないなと思って。でこれがやばい。1個咲いてくれるといいんですけどね。今年どうでしょう。シャリも入ってますね。古い木です。ほら、こんな感じね。鉢がこれもしかするとすごい高い。
誰ですか？わかんないですよ、この人の鉢。なんつったっけな、陶芸家です。すごい量だな。真由美。はい。真由美もちっちゃい方の実のやつでね、もうちょっと赤くなると思うんですけど、葉っぱも落ちると思いますけど、いい木ですよ、真由美ね。はいはい。それと、あとはこれが図書。迫力ある図書。これいい木です。すごい。これがいいですよね。これは黄色のピラカンサ。ね、よくなってるでしょ。これめちゃくちゃいい。鉢も虎。鉢が虎と竹。これは初代喜楽会の会長さん、菊池清心さんの作です。もう亡くなっております。うちにもこれ1個しかないですね。このサイズで虎描けるのはすごいですね。絵描きさんになりたかったという。あと珍しいの、これ珍しいかな。これは苔桃。本当の苔桃。山に生えてる。苔桃かまつかとかある。じゃなくて苔桃、本当の。それで鉢がいい。カッパがタバコ吸ってます。これは清心さん。慶心さん、清心じゃない、慶心さん。どうした慶心さん。これシリーズなんで、シリーズなんですよ。カッパの鉢は。かわいいの。かわいい。で、あと図書がいっぱいあるでしょ。図書だらけ。さて、これね、これが昆布鉢に入ったイボタン。こんなに作ったやつですね。そう、葉っぱがね、もう落ちちゃいましたけど、この木は面白いですよ。ここ根っこなんだけど、もう古い木で、なかなかこれで実がついたらもっと面白い。昆布鉢続きでいくと、お、危ない。これ。大河先生が。はい。姫と草。いいよね、これ。アリがいい感じですよね。本物っぽい。そう。実に可愛らしい。それから、あと、これも昆布鉢だよね。豆ズタ。はい。豆ズタ。どうやって持っていいかわかんない。こうか。竜の絵が描いてこっちですね。反対側でした。すいません。顔がそっちです。豆ズタ。あとは珍しいとこで、これうちでよく売ってますけど、森いちご。森いちご11月が一番なるんですよ。実ができてますね。花もまだ咲いてますけど、これもっと赤くなると思いますけど、森いちごは11月が一番なる。ちょっと形がね、今年いい格好のいいのができなかったけど、でも紫式部、これは見沼小紫で、来年花が咲くやつがと苗木で今年は出せますのでご期待ください。だってこれ花芽、全部花芽ですから、ここ全部また実になるわけです。これはあれですよ。これは鉢が藤掛雄山さん、だけどこれ金継ぎしてあります。ここポチポチって、これ金入ってるんですよ。ポチですね。ポチなんです。これ匂い嗅いでですね。雄山さんの豆鉢はあんまり出ないのでね、これは貴重品。これが紫式部ですね。ここ今まだ縛ってありますけどね。これも花芽ですね。花芽。来年になりますよ。樹形的も珍しいですね。県外の紫。これ全然県外じゃなかったんですけど、もともと。裏枝全部取って県外にしちゃった。半分以上枝落としちゃった。だから前の形は想像つかないと思います。よし、昆布鉢もう一個あった。これ葉っぱが落ちちゃうかもしれないね。猫はぎです。猫はぎ。面白いから猫はぎ植えたんだけど、でもね、一年草じゃないから、来年もうわーっと出ます。あとはこれはこのサイズでなるのは珍しい。三だしです。やっとついてます。鉢古そうですね。古いですね。鉢古いです。こんなとこでしょうかね。これは豆の方のコーナーで飾るやつなんですけど、大きいのはもうちょっと大きいんですよ。出しますか。他に飾ってたやつになるんですかね、もう。はい。これが心拍。
これちょっと飾る場所が遠いのでこのサイズを用意しました。なかなかここも塗り直したし綺麗です。ここもすごい、はい、これと一緒に展示を見なかった人にはわかんないかもしれない。この向こうに遠山があるんですよ。その遠山も販売します。すごい綺麗です。それ石です。後でで、あとはこれ石付き、こんな感じのこれちょっと派手なんで少し取るかもしれないね。これも売り物ってことですか？売り物です。これも、これはいろんな草生えて、タネちゃんの本の表紙になってるやつ、タネちゃんの本の表紙になってるやつ、草、これが崖になってて、あとは中にある中、よいしょ。これね、もう売れちゃってんのこれ山もみじなんですけど、これはちょっと販売はできないの。すでにもう売れているんです。これいいですね。こんな感じね。ただ葉っぱがね落っこっちゃうかもしれない。今日は何日だっけ？今日7日だから1週間後ですもんね、本当は展示は。そう葉っぱが持つかどうか。これつるそば。いいね。これも多分展示です。そして極み付きがこれがすごい。これが食に乗ります。高食に。青つづらふじの仲間で青くならないタイプ。マスカット的な。そうです。そうマスカット的な。これはね高食に乗せます。こういう。それいいですね。これはね奥の姉に飾ったんですけど。間ですか？はい。新行草。あとこれね。これはピラカンサスですね。鉢がねこれがね面白い。一鎮で絵描いてあるんだけど、これ原さんが昔遊びで作ったやつ。本当だ。であとこれがさっきの心拍の石付きの添えになるんですよね。こんなすごいですね。バラも入ってる。バラのバラあったらいいかなと思って。これが爪レンゲ。爪レンゲもすごいなこれ。こっち苔もあれだもん。木苔がね入って。この辺はね販売しますけどね。大きいからねどうでしょう。これでも飾りで面白いですよね。あったら。これとこれでセット。セット。風景出すときに。なるほど。こんなもんです。そんなもんですか。はい。続いて。はい。展示に使った石も販売します。はい。これが滝石ね。滝石。はい。渓流を作ったんです。石付きの心拍と。あれ。で。川を作って砂で、いかだを置いたんですね。いかだ出すの忘れてますね。これが遠山ですね。遠くのお山をね、でこれ手前になんて白つづら、あれ青つづらじゃないんだよなとか、あと心拍、こう遠くの山で、これは富士山。これは富士山なんだ。はい、富士山。どっちから見る？こっちからだろうな。これも富士山を海から見る風景を作りましたので、遠くに富士山があるという、そういう景色を作りましたので、これが3点ありますね。それとこれは使うというよりは今回販売する天杯いろいろ入りましたので、この辺は重いのこれ銅ですね。銅か鉄かどっちだろう。でね五重の塔とか。でこの辺はあれです。こう焼き物なんで軽いんですけど、こんないろんな家がありますね。そしてこれは象牙です。すごい細かい象牙です。これすごいですよね。落款があるんですが、私にはとんとわかりません。ものすごい細かいですね。で、これが、横田修法さん、鉢作家の。鉢作家さんが天杯も作ってる。はい。で、落款もちゃんと牛のお腹に、ちょっと見えないかもしれないですけど、ございます。で、これが、なんだかわかんないかもしれないですけど、これね、柿泥棒のね、天杯です。柿泥棒の天杯。こうなるんですね。こうなるんですよ。はしごがね、
くっつかないといけないんだけど、こういう感じで飾るんだ。もっと柿が県外だといいんですけど、はしごこれじゃ倒れちゃうでしょ、だから本当はここにこうくっつけなくちゃいけない。だから大きい盆栽だったらこの上乗っけられますからね。そうしたら使えますね。そう、ちょっとね柿のサイズが違うんで、これ柿泥棒です。天杯もここだけじゃなくてもっといっぱいありますもんね。ありますが並べきんないので、そっちにもよっこいしょ。袋に入ってて見えないかもしれないですけど、袋とかなんかよくわかんないね。大仏様もあるし、カニもあります。はい、ちょっと追えないけど、いろいろまだありますので、まだ出ます。そして東愛さんの鉢なんですけど、今回新作あんまり間に合ってないんですが、切り箱に箱書きしてもらって、セット鉢作りました、ね、これ同じ柄で、色違い。面白い、ね、かわいいですねこれ。これかわいいです、使い勝手も良さそうですよ、でこれが最初こういう風に頼んだんですが、愛ちゃんが、こっちの方がいいんじゃないっつって新しく入れてくる。柄が一緒だから。そう、赤と緑でね、これは好き好きですよ。これは私この柄好きなんですけどね。ひょうたん柄。そうそう。でこれは同じ型ですけど、うさぎと雲ですか。これね、梅なんですよ。そうだよね。うさぎ。ね、こっちは一緒か。雲っぽい感じですね。雲ですね。はい、色違いでね。で、こちらが色違いのセット鉢になりますね。はい。というものが。これは販売します。はい。で、販売しないんですけどいいですか、紹介。はい。盆栽今年で50年ということで、おめでとうございます。東愛さんから盆栽9のアニバーサリー鉢を作ってもらいました。これが大きく9と書かれてるんですね。9ってここに書かれてるんですよね。わかるかな。で後ろに盆栽9、フィフスアニバーサリー東愛。でこっちが脈々を意識したらしいです。で後ろも可愛くて9が穴になってるんですよこれ。可愛い。これお気に入りです。欲しいよね。売らないんだ。売れない。箱書き東愛さんにお願いしますので、見てたらお願いします。そうですね。はい。でちょっとね、数も一応頼んでいっぱい来たら販売って思ってたんですけど、ちょっとこれだけだとちょっと手放せないんで。東愛さん忙しいから。忙しいみたいですね。すっごく忙しいから。あとは食とか地板も大量にあるので、去年も販売しましたけど、今年もやります。じゃあそんないろんなものが豆盆栽の祭典と歌ってますので、気楽会のメンバーも大量に販売しますので、そうですか。はい、食なんかもみんな手作りで持ってくると思いますので、お楽しみにお楽しみください。改めて日にちですか。11月23日と24日で、時間は9時から4時5時はがき4時です。4時ですね。はい、よかった。9時から4時ですね。で、今年はキッチンカーが来ますので、お昼ご飯決定だよね。豚丼屋さんです。豚丼屋さん。お味噌汁なんかも来ると思うんで、ちょっと肌寒い陽気なんで、そちらも休憩所作ってご飯食べれるようになりました。駐車場も問題なく。はい、駐車場は去年と同じ場所、薬局の駐車場ですね。はい。を止めれますので、車でもお越しいただけますと。はい。はい。そうですね。あと変わったことあるかな。特にないかな。2日目抽選会やる？お楽しみ抽選会がありますので、大当たりとか出ます。24日だけですね、これは。はい。はい。2日目だから1日目は、商品いっぱいあって皆さん多分お越しになると思うけど、2日目もワークショップもあるし、抽選会もあるということで、1日楽しめると思います。はい。以上かな。雨が降らないことを祈ります。祈りましょう。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。はい。一目だけなの？お待ちしてます。